どうも、最近いろんなところの草刈りをしております。このチャンネルがですね、この時期になると草刈りチャンネルと化すわけなんですけれども、自分のところの草刈り以外にも、ちょっと頼まれて別の場所草刈りやったりしてるんですよ。そういった関係でですね、最近いろんな草刈りがうまい方に出会う、そういった機会が増えてきまして、先日名人と呼ばれる方と出会いまして、その方とお話ししつつ、情報共有してたんですけれども、面白い草刈り機使ってるねっていう、その方はエンジン式の草刈り機使ってるんですけれども、自分はこういうの使ってますよ、こういったブレード使ってますよみたいな話からですね、こっちもいい草刈りアイテム知りませんかみたいな、そういう話をしてたらですね、君、こういうブレード知ってるかって言われて、自分そのブレード見たことはあったんですけど使ったことないっていう話したら、いやもう使ったことないなら今すぐにでも使えと、そのブレードを使うともう草刈りの概念が変わるよっていうふうに、言われまして、それめちゃくちゃ気になったんで、もうその場で、そのブレードポチりましたっていうことで、今回そのブレードが届いたんですよ。それがこちら、ででん、これ2枚刃と呼ばれるブレードですね。これメーカーはですね、津村工業株式会社っていうメーカーのブレードになります。で、自分このメーカーも知ってて、っていうのもここでもちょっと紹介したんですが、昔このメーカーの三輪用の3枚刃っていうものを使ったことがありまして、でそれすごい良くてですね、津村のブレードなんですねみたいな、そういう話をさせてもらったんですけれども、これを使うとですね、もう普通のブレードには戻れなくなるっていう、そういった話を伺いました。で、自分の草刈りの概念を変えてくれたブレードとしまして、こんなものがあります。これシュレッダーブレードっていうものなんですけれども、要はこういう形のブレードがですね、こうミキサーみたいに草を粉砕、草っていうかもう枝とか生い茂ったちょっとした木みたいなものだったらこれ粉砕しちゃうぐらいの画期的なブレードなんですけれども、その方もですね、もちろんこのシュレッダーブレード知ってて、なんなら持ってるんだけれども、これも使うんだけど、2枚刃の方がはるかに使用頻度が高いっていうふうにおっしゃっておりまして、興味深かったのがですね、シュレッダーブレードと似たような使い方もできるし、このシュレッダーブレードにはできない使い方もこうできるっていうふうに教えてもらいまして、このブレードすごいなっていうことで、これポチっちゃったわけなんですけれども、早速使ってみたいと思います。はい。ということで、今ちょっと普通のこういった円盤型のディスク、チップ層ですね、チップ層がついてるんですけれども、これ取り外してこれを装着します。これ普通に外しまして、でこれですね、ちなみにもうこれはちょっと良さそうなんで2枚セットのやつを購入しました。こんな感じですね。メイドインジャパン。本当にシンプルですね。2枚こう刃がついてて、回転方向はこちらなので、こことここかな、ここで切断、草を切断するようになってると。ちなみにですね、これ裏表使えるらしいです。4箇所に刃がついてるんで、この向きで使ってて、1回目消耗してきたらこういう風にして使うこともできるようです。これ、最初なんでこの向きで取り付けますか。で持ってこうと。よいしょ。はい、これで準備 OK です。ではこれでやってみます。お。すげえ。すごいこれ。めっちゃいいじゃん。おお。すげえ。
草がなくなりますね。でこれすごいですよ。こういってこれもいいんですけど、普通こう草刈り機ってこうやるじゃないですか。でこっち側はあんまり枯れないんだけども、これだとですね、こんな感じでこっちに帰っていく時も枯れますね。なんならその時に粉砕していくんですよ。すげえこれ。こういった方がいい。いやでもこれめっちゃ気持ちいい。
はい、っていうことで今ざっとここの草ぼうぼうだったエリアをこの2枚刃で買ったんですけれども、いやこれすごいですね。ちなみにバッテリーは8アンペアのものを装着してたんですけど、まだ4分の1あります。なので残りのこの際ですね、これをちょっとナイロンコードで粉砕したいと思うんですけれども、いやそれにしてもすげえ、こんな感じですね。ちょっと下手くそなのでこの辺りちょっと丸まってはきちゃってるんですけれども、全然、まだまだいけますね。しかもこれもうちょっと丸くなってきたとしても、さっき言ったみたいにちょっと裏返しすればですね、また同じぐらい使えて、でその後また研げばまだまだ使えるっていうところです。いやこれすごいわ。何がいいって、こんな感じで草だまりがこうもさっとなった時もですね、これで回転させながらバッバッとシュレッダーブレードみたいな感じでやると、粉砕されてなんか草がなんかなくなってくっていう、なんか使っててそんな印象を受けました。はい、では最後はですね、マキタのお気に入りの MUR014G、要はナイロンコード専用の草刈り機ですね。はい、ということで5アンペア、残り4分の3です。やっぱり行き着くところはこの 014G、 個人的にはこれが一番気に入って使ってるわけなんですけれども、ただこれすごい消費電力が激しいんですよ。今やった範囲をこれだけでやろうものなら多分8アンペアのバッテリー2、3個いるんじゃないかなっていう、3つだな、3つぐらいはいると思うんですよ。ただですね、序盤これで買ったのでかなり電力を節電することができました。この範囲今回買って1時間20分ぐらいだったかな。ナイロンでバーッと全部やれば1時間ぐらいで終わるかもしれないですね。最後ちょっとやっぱ仕上げで、往復行って帰ってっていうのが1段階増えたので、1時間20分ってところですかね。ただ仕上がりが本当に綺麗です。いやそれにしてもこのブレードの何がいいって、さっきもちょっと言ったんですけれども、草だまりを粉砕できるんですよね。横にこう買っててもいいんですけど、斜めにした時にですね、なんていうんだろう、もうミキサーで粉々にするみたいな、角度ちょっと変えた時に恐ろしい威力を発揮するんですよ。それが良かったですね。買った後もすごく綺麗に刈れます。今回はですね、この2つの草刈り機使ったんですけども、もうほぼほぼこれですね、8アンペアで9割ぐらいいったイメージです。で最後の最後こっちのナイロンに変えて際をやってる時に、バッテリーこの8アンペア終わっちゃったんで、最後5アンペアにこれをちょっと装着して最後やったんですけれども、うまくやればこれ1個でなんとかなったかもしれないです。ナイロンよりもこう電力を節電できるのにナイロンと同じぐらい粉砕できるっていう、そういった印象を持ちましたね。ちょっと今ここにはないんですけど、チップ層円盤型のやつですね、あれがここだとしたらこっち寄りかな、電力消費です。電力消費に関してはチップ層が一番スンスンって切れるんで、ナイロンが一番電力個人的には食うと思ってるんですけれども、それの真ん中より全然こっちですね、
シュレッダーブレードはですねこの辺なんですけれども、電力消費を抑えられて粉砕もできて、なおかつ平行にも刈れるっていうところで本当にこれいい刃だなと思いました。ただこれ使ってみて完璧で全ての人におすすめできるかっていうとそうでもなくてですね、最後にここかなと思った点もちょっと言っておきたいと思います。まずですね、これ石とかに当たった時に火花がすごい出ます。チップソーでもまあ出るっちゃ出るんですけれども、これ本当に鉄板なのでなんて言うんだろう、本当にグラインダー並みに火花が散ります。なので最初はちょっとびっくりしましたね。最終的にはですね、こんな感じになりました。ちょっとすみません、自分のやり方が下手だったのでこの辺ちょっと傷はついてるんですけれども、それでも思ったより減らないなっていう感覚はありました。ただ本当に今言ったように鉄板なので、これをもろにガンって当てるともっとこう欠けちゃったりすると思います。なので石とか岩場が多いエリアでやるにはちょっと向いてないですね。傾けると粉砕できるって言ったんですけど、傾けると多分この辺りですね、この角のところがこうなって粉砕していくと思うんですけど、ここが地面に当たった時にすごい砂利とか石が飛んできます。なのであんまり地面スレスレとか買ってくと石が飛んでくるかもしれないんで、やっぱ車とか人が多いエリアではあんまり使わない方がいいかなっていうところなんですけれども、場所を選ぶっていうところですね。石が跳ねるので、で高刈りに関しては今回このジズライザーをつけて高さを上げました。そしたらですねめちゃくちゃやりやすかったです。あとはここがですね1回やっただけでちょっと丸まってきてるので、これ何回もやるとかなり丸くなってくるとは思うんで、頻繁に研ぐ必要があるかなとは思いますね。あとこれ2枚刃の特性上しょうがないのかなとは思うんですけど、これシュレッダーブレードでもちょっと感じる部分であるんですけど、チップソーよりちょっと振動が多いというか細かい振動が多めに伝わってくるっていうところでちょっと手がしびれるかなっていうのはありますね。今回この振動を抑える手袋をはめてきたんですけど、これやったらだいぶ抑えられたかとは思うんですけれども、素手とかでこうやってやってると結構しびれるかもしれないです。そんなところですね。いやそれにしてもこの2枚刃めちゃくちゃいいですね。ちょっと感激しました。これスタメン決定です。これ自分の田んぼの草刈りとかにも全然使おうと思います。これはすごいわ。その時はこれ裏表ちょっと逆にして、それでも丸まってきたらまた研ごうと思うんですけれども、本当扱いやすいですね。しかも結構安いんですよ。これ800円とかで買ったのかな。2枚セットのやつ買ったんで1枚換算800円とかなので、あとこれ305ミリか、もうちょっと小さいやつもあるっぽいんで、そっちはさらに安いんですよ。場合によってはそれ買って使い分けようかなと思ってます。この津村の2枚刃、これもし気になった方おりましたら概要欄にこの商品のリンク貼ってあるんでぜひチェックしてみてください。さっきもちょっと言ったんですけど万能ではないです。やっぱ石飛んだりとか、あと火花がすごい散ったりもして最初ちょっとおっかないなって思うかもしれないんですけれども、場所がバチッと合えばですね、本当にこれ使いやすいんでおすすめです。はい、ということで今回は草刈りで2枚刃使ってみたら感激したっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。